さて今回もやっていきます。スタレをプレイしていない視聴者からは、プレイしたことがないから何をしているのかわからないと言われ、スタレをプレイしている人からは、お前が何をしたいのかがわからないと言われる動画です。誰もわからない宇宙の深淵動画。ここで皆さんにご報告があります。勤労、羅刹と2連続で貫突までガチャしまくった結果、無事お財布がスターダストホームランしました。スタレ用語っぽく偽装するな。2回のガチャでまさかの40万円ほど使わされました。そりゃお財布もホームランするわな。スタレの動画も再生数が少ないので、大赤字を垂れ流した結果、新キャラの陣は1枚引くのが精一杯。それでも新キャラ引いたのかよ。スタレ実況を作っているものとしては、やはり新キャラの紹介は必須かと。ということで、制作費用を抑えるために今回の動画は、無突陣で、レベル90推奨宇宙を短期攻略していきたいと思います。他のキャラ減らしても人件費は減らせないだろ。さらに SDGs を推奨する当チャンネルでは、今回は一切操作しない、フルオートプレイによって、投稿者もクビにして、さらなる人件費の削減をいたします。SDGs を履き違えてる。っていうか、さすがに無理だろ。現状キャラレベルのカンストはレベル80なのに、模擬宇宙の敵の最大レベルは90。フル育成したレベル80キャラ4体のパーティーで今まで攻略してたじゃないか。ガチャ貫突もさせてね。ですがそういった無謀な動画作成が、今回のお財布大爆死を招いてしまい、新キャラのジンちゃんに、SDGs な動画制作を強要する羽目になりました。ここで、軽く今回のジンちゃんの紹介をしておきましょう。新ガチャの星5キャラジンは、壊滅の運命を歩むアタッカーキャラです。その最大の特徴は、自らの HP を消費して、自身の攻撃を強化する戦い方で、いわゆる自称キャラというジャンルのキャラクターですね。前回の期間限定キャラの羅刹とは死ぬほど相性が良くて、色々な動画で取り上げられていると思うので割愛。ほんとためにならないスタレ動画。ジンの育成は少し特殊で、自分の消費した HP 量に応じて技の威力が上昇したり、本来アタッカーが攻撃する際に参照されるステータスは攻撃力がメインですが、ジンの場合は自身の最大 HP を重視して参照されるので、少し今までのキャラとは違った育成が求められます。攻撃力も上げつつ、自称する HP も補うために HP をある程度確保しないといけないのか。むしろ HP の参照値がでかすぎて、攻撃力より最大 HP が重要視されます。これまでのキャラのレベル80時点での平均 HP は3000から4000程度だったのですが、ジンだとその倍の6000ぐらいを目指さないとダメなのか？そうですね。しかも今回はジンで短期攻略ですから、自称した上で相手の猛攻をヒーラーなしで耐え切らなくてはなりません。どう考えても無理です。まず自称キャラって時点で10介護キャラなんよ。ですが当チャンネルにはジンちゃんを介護施設に入れるだけの資金がありません。前回羅刹貫突させてただろ。そこで私は考えました。HP がたくさんあれば、ヒーラーがいなくてもなんとかなるのでは？だからなんでヒーラー入れないんだよ。そうして私はジンちゃんの HP を1898まで育てました。桁がおかしい。いやちょっと待って、お前のスタレだけインフレおかしくない？ジン無突短期攻略、HP1 万。898、これだけやればサムネで釣れるだろ。エリオもびっくりな再生数の奴隷。バカなスタレ動画投稿してるのでチャンネル登録と高評価お願いします。カフカを貫突させてください。ガチャ回したいだけじゃねえか。ということで、第1の中ボスと戦闘しながら、ジンちゃんの HP を見ていきましょう。画面左上にジンちゃんヘルスモニターをご用意いたしました。HP 半分のはずなのに5000超えてるの。なぜ？ジンの必殺技は、発動すると自身の HP を最大 HP の半分にして、その戦闘中に消費された自身の HP 量に比例したダメージを与える技。発動時の HP が半分以上なら減らすことにより自傷ができて、半分以下なら増やすことで回復にも使える。発動タイミング次第で攻めも守りもできる、テクニカルな必殺技となっています。なお今回の動画はフルオート操作状態で、発動タイミングは選べないのでただの全体攻撃。やる気なさすぎない？さらにジンちゃんは、自傷や被弾によって HP が減った回数が5回に達すると、相手全体にオートで反撃し、HP を最大 HP に対する割合で回復します。今回のチャレンジの重要な回復手段ですね。あ、これ短期でチャレンジしてるってことは。そうなんです。当然全ての攻撃がジンちゃんに集まるので、こんな感じで反撃技がめちゃくちゃ大量に発動します。確かにこれなら反撃による追加攻撃で、HP の回復をしながらダメージも出せるのか。最大 HP を法外な数値にしているおかげで、相手からの攻撃も耐えやすいし、割合で回復する都合上、回復量も通常と比べて破格になると。さらにもう一つ、今回のチャレンジにおいて重要なポイントがあります。いくら回復能力があると言っても、より強力な敵にボコられるとゾンビのごときジンちゃんにも限度があります。すでに中ボスの段階で、何度も悲願を当たりかけてるよな。そこで重要になるのが、毎度おなじみ模擬宇宙で得られるバフ、祝福になります。今回はメインの祝福カテゴリーを、火事場力系のバフが集まっている壊滅、そしてサブルートとしてオート反撃を強化する優越を取得していますが、それらの中でも重要になるバフが一つあります。それがこちらの壊滅レア度2の祝福、戒律的フラッシュ。さっきからなんか、HP が減ると謎に回復してるのはこれの効果か。HP が最大の35%を割り込むと、その後生きていれば最大 HP
HP の 12% を回復してくれる祝福。うちのジンちゃんだと1308回復してくれます。一般的なキャラの HP だと3分の1ぐらい回復しててさ。ジンちゃんの HP の 35% は3815あるので、たとえ HP が発動条件ボーダーギリギリで敵の攻撃を受けても、一撃で4000近いダメージを受けない限り死ぬことはありません。数値の暴力すぎる。4000ダメージというのは、一般的なキャラの最大 HP が一撃で消し飛ぶ威力なので、そんな攻撃をホイホイ打ってくる敵がいれば、模擬宇宙をクリアできない人が続出してしまう結果に、つまり最大 HP が1万を超えた陣は、このゲームが想定しているシステム上のセーフティーラインを超越した存在となっているわけでただの化け物じゃねえか。さて、これで皆さんにもこのジンちゃんが、なぜ短期フルオート放置でも死なないのか、論理的にご理解いただけたかと思います。やってることは非論理的だけどな。数値の暴力でぶん殴ってるだけじゃねえか。だがそれがいい。模擬宇宙には無限の可能性があって、各プレイヤーの無限の発想を遺憾なく試せる自由な場所なんです。模擬宇宙作ったヘルタも呆れてそう。こんなにも模擬宇宙を愛しているというのに、とまあここからは、選択肢以外は倍速でお送りいたします。あらかたのギミックは先ほど説明した通りですし、プレイはフルオートなので、特に解説すべき点はありません。しかし、もしこいつ短期でクリアできるのだとしたら、このゲームのバランス大崩壊じゃね？無突短期でクリアできちゃったら、ここに誰入れてもパーティー的には強化じゃん。つまりもはやジン以外のキャラ必要ないほどにジンが最強ってことだろ？まあまず大前提に、スターレールの期間限定ガチャはぶっ壊れてるって話は置いといて、ジンちゃんが初心者にまでおすすめできる最強キャラかと言われると、実は必ずしもそうではありません。そうなのか？まず第一に、この動画を再現しようとすると異物の要求難易度が結構きついです。この動画を見ているジンユーザーの多くは、HP が多くても6000程度だと思います。理由は、そっちの方が強いからです。このゲームでより大きなダメージを出そうとすると、会心率と会心ダメージが重要だというのは、前回の玉空の動画をぜひご覧いただきたいと思うのですが、今回はサムネ一本釣りと短期攻略のために、HP 以外のありとあらゆるステータスを犠牲にしています。攻撃力なんか、前回の今日はサポートキャラの玉空と同じレベルだな。とてもアタッカーだと思える数値じゃないですよね。異物は動画の最後に掲載しますが、どうも足もオーナメントも、すべてを投げ捨ててメインステを HP にしています。これまた色々な動画で解説されているので割愛しますが、胴体は会心ダメージ、オーナメントは属性ダメージ強化にした方が、単純にアタッカーとしての性能は飛躍的に上がります。まあこの動画の育成方法は、セオリーからだいぶ離れた、歪んだ育成方法ってことなんだな。そういうことになります。理想通り育成すると、当然自称キャラなので介護が必要となり、強力なヒーラーキャラを要求されたり、自称タイミングに気をつけねばならなかったり、まあ手放しに使いやすいアタッカーではないんですよね。この動画を見ると完全自己完結しているように見えてしまうんですけど、でも使いこなせば最強アタッカーって感じなの？どちらかというとコスパの良いサブアタッカーって感じ。しかも無突でほぼ完成しちゃってるんで、当然突が進めばどんどん強くなっていくんですけど、銀狼や羅刹のような、顔つきが変わるって感じはせず、単純に自分のできること、やりたいことを強化していくイメージなんですよね。以前最強のアタッカー枠は最初のピックアップできた手入れ、これに変わりはないように感じますね。まあ無突短期でご覧のように、何の危なげもなくにボスも倒していますし、こいつ中ボスだったのかよ。継続ダメージデバフを敵に入れられてるんですけど、その継続ダメージも反撃カウント一つ進めてくれるので、めちゃくちゃお得にダメージ稼ぎと回復ができてる。ということで2ボスもクリアで、残すところはラスボス、レベル90のジェパードとなりましたね。なんかあまりにも危なげがなさすぎて忘れそうになるけど、これ全部の敵が自分より格上なんだよな。祝福のバフや、異物の上振れ具合はぼちぼちって感じで、やや下振れしてるぐらいだから、ジンちゃんのキャラコンセプトが、特化させると壊れるんだなというのが垣間見えます。しかし今回の動画はあまりにも縛って要素を減らしすぎたせいで、もう解説したいことも、喋りたいこともなくなってきた。1キャラしかいない上に、オートプレイだからコツとかもないしな。まさか完全自己完結型ジンちゃんに、こんな欠点があったとは。動画投稿者にしか影響しない欠点。あ、じゃあなんで今回新しく実装された模擬宇宙じゃなくて、わざわざ前からあった第3宇宙、シェパードを倒しに来たのか、聞いてみてもいいか？実は最初は今回実装された第7宇宙で撮影してたんですけど、どうしてもジンちゃんには解決できない問題があったんです。解決できない問題？それは精神操作による乗っ取り系デバフ。第7宇宙のボスは、青いツタを召喚してこちらのキャラを、バーサク状態にして操作不能にしてくるんですよね。そうなると攻撃対象を選べないどころか、オート反撃も発生しなくなっちゃうし、それに対抗するためには効果抵抗っていうステータスを盛る必要があるんですけど、異物のメインステには存在してなくて、完全ランダムでつくサブステで厳選しないといけなくて、それはなかなか難易度が高い厳選だな。新しい異物に効果抵抗セットがあるんですけど、それつけると HP が減ってサムネ映えがね。動画投稿者の事情じゃねえか。あとストーリー上でも、ジンちゃんはカフカに精神操作してもらってるという設定なので、精神操作に強いジンちゃんというのは解釈違いなんですよね。厄介オタクでもあったか。そして他の模擬宇宙でも精神操作だとか、捕獲だとか、凍結だとか、
そんなんばっかりで、まともにジンちゃんと殴り合ってくれるのが、ジェパードくんぐらいしかいないんですよね。ジェパードくん、絡めてとか使わなさそうだもんな。ということで、今回はレベル90のジェパードと、男と男の殴り合いに来たというわけです。しかしこれ、このままだとラスボスも倍速で垂れ流しなのか？これまで通り、4000ダメージ以上の攻撃なんて来ないんじゃ？模擬宇宙のラスボスは、事実上の時間切れ措置として、一定行動ごとに、無限に累積するダメージアップバフを獲得していきます。つまり、ジンちゃんが耐えられない4000ダメージ以上の攻撃を、ジェパードが獲得するまでに、ジンちゃんがジェパードを倒せるかという戦いになります。ちなみにそのラインってどの辺なんだ？このチャレンジの一つ前に失敗した時は、だいたい20ぐらい溜まるともうダメ。ってことは HP バー3本中の1本目を4バフで倒せてるし、これは余裕で間に合ってしまうのでは？ラスボスの第2形態ですよ。当然、第1形態と同じことをしてくるわけもなく、なんと敵全体に無敵バリアを展開します。やってくることが雑。これは一定ダメージ以上与えると破壊できるのですが、その間取り巻きも倒せないというのが普段だと疑問。こういうボス戦は、取り巻きから倒していくのがセオリーだよな。ですが今回の短期攻略の場合、取り巻きの攻撃ではジンちゃんは倒せない上に、取り巻きの攻撃で反撃カウンターが溜まっていくので、単純にジンちゃんに対するバフにしかなりません。ギミックを悪用するな。しかし無突状態だと火力がきついのも事実です。しかもサムネ映えのために HP を過剰に持った結果、火力も理論値よりも下がっています。その結果、これの直前のチャレンジでは失敗という結果に、まあそもそもレベル90ダンジョンに短期だしな。そこで普段だとメインの祝福カテゴリーに特化するんですが、今回のチャレンジでは、メインである壊滅の祝福と、サブである優越の祝福の二軸で、とにかくジンちゃんと相性のいいバフアセットを追求しました。2段階目終了時点でバフが11段階。この調子で削ると最後はギリギリ20段階手前か？先ほども言った通り、今回はバフも強化アイテムも上振れてないので、こんな感じでギリギリの戦いになっていますね。HP バー3本目も、やはり無敵バリアを展開するのか。ジェパードの攻撃も徐々に痛くなってきてるので、雑魚で HP が削られすぎると、勢い余って倒されてしまうこともしばしば。しかしオートプレイなので、そういったリスクコントロールもできません。HP の危険に応じて必殺技を使えれば、ジンちゃんをより使いこなせるのが奥深いところ。コマンドバトル RPG の醍醐味の部分だな。醍醐味腐ってるけど大丈夫？まさかカーニバル。そんな祭りは存在しない。オート周回を安定させるっていうのも、スマホアプリゲームの醍醐味だから、物は異様だな。さあ敵のバフが15段階まで溜まりましたが、残り体力も22%まで追い込みました。自称してバフをかけ直してラストスパートです。なんか倒せそうな感じするな。壊滅の運命の反響も発動して、いよいよジェパードの HP が、かっこよく必殺技で締めることができるかって思ったんですが、まさかの 1% 残し、しかしやけくそのジェパードの攻撃により、オート反撃のカウンターが5たまり、追加攻撃にて無事討伐成功。ということで、かなり余裕を持って短期攻略できた結果になりました。恐るべきは新キャラの陣といったところか。動画の本編はこれにて終了になりますが、この後おまけで異物などの紹介があります。ここまで見ていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。また、他にもバカな模擬宇宙チャレンジやってますので、ぜひ他のスタレ動画も見てもらえると嬉しいです。といったところで今回はここまで、ご視聴、ありがとうございました。基本的なステータスはこんな感じ。光塩水は HP が増えるのでモチーフ使ってました。クラーラモチーフも短期チャレンジするならありです。奇跡は今回実装前に素材集めまくって、初週の限界まで育成してあります。無凸。特に言うことなし、凸は順当にジンちゃんのやりたいことが強くなります。使用感が劇的に変わるとかはない感じ。異物はやけくその自社と先週、セット効果で HP を限界まで伸ばしてます。各部位のステータス、正直やけくそが過ぎる。動画内で言っていたように模範解答ではなく邪道。逆にこれぐらいしないと HP が1万は超えません。めちゃくちゃ特化して1万を超えたというよりは、最初からサムネ用に1万を目指して異物厳選したので、頭と手はサブステの HP% が低いものが4つずつぐらいあります。撮影も終わったので他の異物の経験値にしちゃう予定ですが、マジで経験値の無駄だったので、ジンちゃん育てたい人は他の人の動画参考にしてください。ということで、捨てと異物の紹介も終わります。ご視聴、ありがとうございました。カフカは貫突したいよ。